こんにちは。こんにちは。今日は前回に続いてキャンディー親子ポーチのちっちゃい方、これを上の部分まで編んでおまけで D 缶付けできるかな。頑張ります。頑張ってください。ね、はい。今日も引き続き角川先生に編んでいただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、はい、早速編み始める前に、ちょっと2つ、ちょっとお知らせがありますね。私の謝らなくてはいけないことが2つありまして、まず1つ目なんですけど、はい、前回ね、この底からの編み出し方をミニサイズで皆さんにお見せしたと思うんですけれども、ちょっと私1つ勘違いをしてまして、この底の鎖編みから両側細編みでペタンコにね、袋状になるように拾っていくというやり方をしたんですけれども、このキャンディーポーチに関しては、このね、横の部分に一目ずつ目を増やしてマチができるような、ポーチになっています。なので、このね、両サイド、角のところは前回はね、2目ずつ鎖を挟んでこっち側からとこっち側からと2目ずつ細編みを編み入れたんですが、こちらのポーチは3目ね、はい、入る編み図になりますので、はい、ごめんなさい。私の説明が間違えていましたので。こっちは、編み終わりに1目入れるっていう感じですよね。編み始めは1目からスタートして、こうやってぐるーっと来て、編み終わった時に最後の目を編んで、もう1目足せばいいんですね。立ち上がりを挟んで1と2がこの角に入るという形ですね。はい。はい。それと、もう一つ。はい。この間ね、編んだものをね、もういやー、間違えたと思って、ほどいちゃったんですけど、実は私模様も間違えてまして、ここの隙間がね、異常に長かったんですね。なので、編み直しをしてきました。はい。今この状態だとね、あと2段編めば完成するというところまで編み進めています。本来この模様と模様の間はね、1段ずつしかね、何も入らない段っていうのができないんですけれども、前回ご用意した私の編みかけは、なぜかここに4段ぐらいあったので、ちょっとね、長かったんですよね。申し訳ございませんでした。そこだけ訂正です。はい。では、編み進めましょう。あとね、2段で完成するというところまで来ていますので、じゃんじゃん編んでいきましょう。はい、編んでいきましょう。編みながら前回の復習じゃないんですけど、ポイントになるところね、ちょっと。ちょうどね、今ね、針が外れちゃったので、じゃあね、このね、引き抜きの部分もね、ご説明していこうと思います。ちょっとね、ここ今黄色い糸が見えちゃってるのはさっきね、D 缶付けをいっぱい練習しちゃった後なので、ちょっと綺麗にしないでくださいね。ちょっと穴が開いちゃった。で、今、この段、まず説明していきますと、ね、この段が、一目目細編みこれですね。で、ここからぐるーっと、回って編んできて、最終目の細編みを編んだところです。はい。ね。そうすると、この段が、ここでつながりますよね。で、ここをつなげると、やっと輪っかになって袋状になってきますので、この輪をつなげるため、最初の一目目と最後の一目目を合体させるために引き抜きという作業をします。はい。一目目の細編みの頭に針入れて、糸かけたら、今度はね、細編みと違って、ただくぐらせるだけです。ね、で、くぐらせて、次の段の準備で鎖を一目立ち上がる。はい。で、ここのポイントなんですけれども、この引き抜きの目っていうのはね、できるだけキュッとちっちゃい方が作品が綺麗に仕上がります。なので、まずここかけて糸を引き抜いて、ここに渡ってるこの糸をできるだけ小さくしてあげます。そのためには、この輪っか、針にかかってる輪っかを右にキュッと引いてあげるんですね。そうすると、この渡り糸が縮まります。で、このまんま立ち上がって次の段編み始めてしまうと、立ち上がりがね、こう右にずれた状態になってしまいますので、右に引いて締めた引き抜きの目は、
この左の糸を引っ張って真ん中に戻してあげてください。ね、下の段からつながってきてるこの引き抜きの目に合わせて、こちら側の糸を引っ張って左に寄せてあげます。右に引っ張ったから左へまた戻るというそうで感じですすね。ね。右にギューって引っ張ったのを左に戻してあげる。はい。で、次の段を編み始める準備で、鎖を立ち上がりと目、鎖を編みます。で、また同じように、細編み、ひたすら編んでいきますよ。針入れて、糸出して、引き上げて、足目を長く作ったら、そっと抜く。あ、もう色変えですね。もう来ちゃった。ちょっと早かったですね。ここからね、次ね、ドット柄の糸、黄色に変えるために糸を変えていきますよ。今まで編んでた糸を前、これから編む糸、左手にかけ直して、中途半端になってる細編みを完成させる。で、ここから黄色の細編みが始まります。今日はドットが広がっていくパターンですね。そうですね。前回縮まってたね。縮まってましたもんね。で、必要な、目数を、やっぱね、ここで編むとね、遮光するの。ね、こうね、必要目数を編みましたら、はい、ここでね、黄色が終わりますので、また未完成の細編み、ここで前に持ってきて、新しい、これから編む色の糸を左手にかけ直す。この時に中に渡ってる糸がたわまないように、ちょっとね、こう引っ張って整えてあげます。で、新しい糸で細編みを完成させる。これで、ね、黄色が1、2、3、4、5、6、7、8目入りましたね。で、今度は、ベージュの糸、ベージュじゃないか、グレージュの糸、グレーの糸、編んでいきます。で、頭目をできるだけ小さく。中に渡ってる糸が見えないように、糸がねじれないようにね、細編みの足になる部分が面で出るように意識しながら編み進めていきます。電話になっちゃった。電話ですね。お電話ありがとうございます。リアマザリーでございます。そう、今ね、完全に営業中のアトリエの中でライブやってますので、はい、すいません。電話が鳴ったり、アトリエオープン中です。宅急便屋さん来たりしますので、ご容赦ください。で、また糸変えますので、中に渡ってる糸ちょっとなじませてあげて、わかりました。はい。ちょっと変わってる。もしもし。はい、大丈夫です。業務連絡ですね。業務連絡。業務連絡。いろいろあります。はい。やっぱね、ライブは難しいですね。で、またここで黄色の糸が終わりますので、ね、ここでまた糸換えをしていきます。やっぱなんか模様ができてくるとなんか楽しいですね。そうですね。模様編んでるのとっても楽しいです。で、不規則な模様の方がごまかせるんですけど、これでドット柄、特にね、前と後ろ、表と裏と、両面規則的な模様が並ぶと、ここで問題になってくるのが、上から見たときに柄が合うかどうか問題ですね。はいはい、ちょっと今、もうちょっと進んだらお見せしますね。これで。で、今ね、ひっくり返って裏側。編み進めてます。はい。
すいません。はい、ありがとうございます。今カメラが逆向き問題ですね。ちょっとね。でこのまま黄色が終わったら、じゃあちょっとYouTube をご覧の皆様、カメラの向きがいつもと逆向きに設定になってしまったので、編集では直しますが、今日は本当に申し訳ありませんが、このままご視聴いただきたいと思います。いつも不慣れで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。逆立ちしてみていただきたい。そういうこと言うと怒られちゃう。正面から見られてる感じの手元。あ、なるほどね。向かい合ってる感じになっちゃってるんですね。そうなんですよ。なかなかレアな回ですね。すいません。では、これで、もうちょっと進んでいきますね。でね、頭目を詰めると、右に遮光しちゃうんですっていうご意見、この間のライブの後にね、個人的に、ご相談くださった方がいたんですけど、はい、基本的に頭目詰めて編む方が本当は遮光しないんですね。右にこう遮光していく余裕が頭目にない方が、本当は遮光しにくいんじゃないかなと思うんですけど、はい、おそらくその頭目を詰めようとして、はい、右にね、糸と針が動いちゃってるから、変に右に引っ張っちゃってる。そうですね。無意識に。だと思うんですね。はい、きっと、今ちょっと一目だけやってみますけど、はい、ここの輪っかをキュッと締めて、ここを動かさないように、ここをね、こうやって、こう抜いちゃうと、はい、頭目はすごく詰まるんですけど、やっぱり目が右に寝てしまうので、それが原因なんじゃないかなと思って、頭目を詰める時でも、足目をこの下の段のね、細編みの左側に揃えてあげると、頭目は小さいまま、遮光がしにくい。ね、今日みたいに早く編もうとすると、どうしてもやっぱり遮光しやすいので、一目一目落ち着いて、編むことが大事かなと思います。前の段の位置を確認しながら合わせて編むという風にすればいいですね。はい。はい。全体像と、前後左右の目と、見ながら、そうですね。目を作っていくっていう、ね。なんか、一目一目、真剣に向き合ってると、その一目しか見てないですね。なので、全体を見た方がいいですね。前後左右。はい。今ちょっとね、引き抜きに行く前に、この表と裏の柄の合わせ、こういうことですね。合いましたね。ちょっとずれだ。それはちょっと後で、ちょっとって。でもほぼ、はい。さすがです。素晴らしい。これがファスナーつけた時に、はい、こうね、ずれちゃうと、ちょっとかっこ悪いので、毎回こうね、上から見ていただいて、柄合わせしてあげると、仕上がりもいいと思います。素晴らしい。かわいいかわいい。もう少しで一瞬終わりますよ。はい。そしたら、今度は、こう開いて編み進めてあげると、綺麗に編めると思いますので、袋を開くようにして、平面にしとくんですね。そうですね。フラットにしてあげた方が編みやすいです。はい。最終目が編み終わりました。はい。そしたらまた引き抜きになりますので、はい、一目目の細編みの頭目。ここ、ちょっと分かりづらいかな。2本ね、ここに針を入れて、はい、右にギュッと引き抜く。そしたら左に寄せてあげる。はい、あんまり強くこれをやると糸プチッと切れちゃいますので、加減しながらやってください。はい。ではついに最終段です。あと1段。ペースアップしましょう。これで。普段からね、あんまり私早く編まないので、ちょっと手を。はい。はい。スピードアップしても大した変わらないですけど。集中すると喋ることができなくなるんですよね。そうなんです。でも、
注意点はさっき教えていただいたので、変わりなく。でも力加減を同じにして編むってすごく難しいですよね。難しいですね。まあもう慣れと、慣れるしかないですね。ちょっとこう手を休めて休憩時間を挟んで、また次さあ編もうと思った時の手加減が変わりがちなんですが、それはどうしたらいいでしょうね。どうしましょう。どうしましょうか。もちろん力加減が変わっちゃうっていうのは誰しもある。もちろん私もあるんですけど、ポジションを変えないっていうのが大事かもしれないですね。座り方もそうですし、糸のかけ方、針の持ち方、この編み地を持つ持ち方とか、そのポジションを変えないようにするっていうのが、大事な気がします。ね、よいしょ。力加減はね、やっぱ覚えとこうと思ってもなかなか覚えとけるものでもないので、ポジションと、糸のテンションはなんとなくこう自分の中で、このぐらいだったなっていうのは覚えておくと、比較的同じような目が日が変わっても途中ソファーを立っても保てるんじゃないかなと思います。基本的に私はいつも同じ場所で家でね商品を編むんですけど、もうソファーの位置から、見ている iPad の位置から、糸玉を置く位置から基本一緒です。同じ場所。大体同じ場所にしてます。定位置で。定位置にしてます。なるほどね。リビングで編んだり、あっちで編んだりこっちで編んだりするとやっぱりねちょっと手が変わりやすいので。なんか気分がね、やっぱりちょっと落ち着かない時もありますよね。そうですね。移動中、あんま編まないんですけど、例えば待ち時間とか、外で、もうここは2時間編めるぞみたいな時は、編んだりもするんですけど、もうポケット一本勝負みたいな。そこポケットだけとか、そこの部分だけとか決めて、もうその時間で仕上がる分量で持っていくようにはしてます。なるほど。持って帰ってきちゃうとね、また変わっちゃったりするので。そうですね。その時間内に編み切りたいっていう感じですね。そこまで追い込まれて編むことはあまりね、普段ないかもしれないんですけど、結構追い込まれてる。忙しいですからね、いろいろね。そうなんですよ。なかなか忙しい。あと何目かな？もうちょっとですよ。あと4分の1。いや、でもなんかこの編みの手さばきってずっと見てたいです。もうね、無言になってずっと見てたい。焚き火見てる感覚らしいですね。そうですね。これ、かな先生、1時間ひたすら編んでくださいって言われたらどうします？誰か肩揉んでくださるな。後ろで肩揉んでくれる方がいれば全然いけます。いけますか？ボサノバとかね、かけていただければ。音楽ね。音楽大事ですよね。昭和歌謡でしたっけ？昭和歌謡でも大歓迎ですけど、そうすると多分歌っちゃうので進まないと。ボサノバでちょっと心を落ち着ける感じですか？あとは、多分聴いてるリズムと編んでるリズムが、ね、合うと。昭和歌謡はね、細編みに合います。ちなみに、好きな曲はいいんですか？どうぞ。もう私は中森明菜さん大ファンですので、中森明菜ちゃんを聴くか、久保田敏。いろいろ聴きます。はい、最終目。ここまで来たら、この糸をね、処理していきますので、一回針抜きますね。じゃあこれ確認ね。こう上から見て模様を合わせる。表も裏も、ドット間違ってないかなって確認してください。全体のシルエットも確認します。ありがとうございます。
そしたら、このね、最後の糸は、最終目をこう編み終わった細編み、輪っかの状態でね、一回糸切っちゃいますね。はい。そしたら、チェーンつなぎという方法で糸処理をしていきます。はい。この輪っかの糸を引き抜いて、はい。細編みの頭からこう尻尾みたい。うん頭から尻尾おかしいですね。頭にちょろんとね、出た状態にして、ここに閉じ針をつけます。そしたら、いつも引き抜いているこの細編みの頭目、V になってるこの部分に、針をね、後ろから、前からでもいいんですけどね、こう後ろから入れます。通してあげるんですね。はい。ここに糸を通します。そしたら、今度はこの糸が出てきているこの頭目の中心ですね。この部分。ここにまた針を戻してあげます。後ろに、編み地の内側に向けてこう抜ける感じですね。そうすると、真上から見た時に、上から見ると、ここが、ちょっと指でいいかな。ここがね、チェーンつなぎという形で、はい。他の細編みの頭目と同じ形になります。はい。でこのままで大きいので、ちょっと待ってくださいね。はい。ちょっとこれをこのままこういう感じ。で、はい。ここちらもカメラこういう感じですね。なるほどはね。い。で、こうチェーンにします。はい。で他の頭目と少しサイズもね、合わせてあげます。このぐらいかな。ね。うん。できたら、うん今度はこの糸を、この編み地の裏。いろんなね、糸の処理の仕方ありますが、細編みの場合、裏がこう、ハの字にね、糸が渡ってると思いますので、はい。この刃の中を、歯の中を刃の字、刃の中をこう通してあげます。はい。で、このまま抜く。はい。これで糸切っちゃっても抜けてこないと思うんですけど、心配だったらさらに下の段に、この字に刃の中を戻してあげます。またちょっと戻る。うん。確実ですそうでね。すね。今、このように糸が、この字に、逆だけど、この字に入ってますので、はい。これで糸を切ってあげます。はい。で、同じようにこのね、中に通ってた黄色い糸も、まあ逆側でもいいので、この字でこう、糸を処理してあげると、綺麗に仕上がります。はい。はい。これで本体は完成。完成。イェイイェイ。では、あと5分で。あとは D カン付けですね。いきますか。はい。D カンは、本来ね、ベースになる色。この黄色とグレーだったらグレーの色の糸を使って D カンをつけるんですけれども、わかりやすいように黄色の糸を使ってつけていきます。はい。つける位置は、この立ち上がりがある方。なので、こっちか。ね。ここの位置につけていきます。で、どこの、上から1、2、3目。2段目と3段目。このあたりにね、つけていきたいと思います。で、D カンをつける取り位置なんですけれども、この立ち上がりと、見えますか？見えます。立ち上がりと1目目の、この間、ここに渡ってる、この糸、この辺を取っていこうかな、と思います。合ってる？いい？合ってると思います。はい。詳しくは、本にね、掲載されている、ビヨンド本にね、掲載されているので。最後にちょっとご紹介させていただきます。じゃあ、まずは。2段目と3段目、この辺につけたいんですけど、糸をね、こう、這わせておく。這わせたところからスタートすると、糸処理が簡単になります。はい、こっちからこう進んでいきたいので、こっちから糸沿わせたいんですけど、ここに一目しかないから、またさっきの糸処理と同じように、ちょっとこの字にしてあげようかなと。内側から入ってきますね。そうですね。ちょっと待ってね。ちょっとこの辺を、糸が見えないような場所を這わせて、本来同じ色の糸なんでもっと目立つ。ちょっと待ってくださいね。はい。はい。
ちょっと編み地をこういう感じ。こちら。はい、大丈夫。はい。はい、すいません。よっ。合わせてあげて、で、またこの字に戻して、この辺かな、見えます。戻ります。戻して、2段目、3段目に合わせようかな。本来の、開始地点ですね。そうですね。開始地点に戻してあげます。はい、そしたら、つけたい場所の糸を、ここが縦に渡ってる。この糸使いましょうかね。これだ。きっちり編んでるからね、隙間が。取れない。ここで取っちゃうか。取りやすいところでね、つけられたらいいですね。もしね、針が通りづらかったら。で、この D カンを中に通す。はい。これ糸が通った状態ですね。はい。で、また、同じ場所に2回、3回と繰り返し針を入れて、D カンをつけていきます。ちょっとこの場所、持ちづらいね。定まらないですね。定まらないですね。小さいから余計ね。よいしょ。また同じように D カンとカチカチ。D カンの中を通って針を出します。はい。そしたら、この針につながってる、なんて説明してるのかな。針につながってる根元の糸を針の向こうを通してかけてあげます。はい、で、糸を抜く。ちゃんとキュッキュッと絞りますよ。で、また同じように D カンの中を通ってつけたい場所に針を刺す。で、またこの糸を向こう側を通して、キュッキュッキュッと。で、同じ目にだいたい3回ぐらいかな、通していきます。はい。よっ。針の向こう側を通って、刺繍で言うと、あれ、ブランケットステッチってことですね。ブランケットステッチっていうやつですね。で、ここのね、一つの場所に今3回針刺しましたので、今度はちょっとずらして、同じように。隙間なくね、きっちりとね、縫い付けてあげるとしっかり固定されますね。で、引っ張りすぎると糸が切れちゃうので、お気をつけください。今日は強引に行きますけど、切れちゃったら、ごまかさずに一回、やり直しましょうか。取ってやり直しましょう。はい。で、こんな感じで、キュッキュッキュッとつけて、はい。よっ、3目ずつぐらい入れましょうか。はい。しっかりつきましたね。キュッキュッキュッと。で、ちょっとこの目をね、しっかり整えてあげて、今しっかり D カンついた状態です。はい。で、この端糸を今度はまた、こっちでもいいですし、こっちでもいいですし、見えないところに糸処理をしてあげてください。はい、この字で戻してもいいけど、この辺がごちゃごちゃしすぎるようであればね、もうこれは取れませんので、糸が出てこないようにだけしてあげれば大丈夫です。はい。はい。これで、片側完成。つきましたね、D カン。いいですね。いいですね。合ってるね。合ってるね。合ってますよ。頑張りました。はい。こんな感じ。よかったよかった。よかった。で、このようにして反対側もつけて、D カンつけて、リボンを通して、完成。ファスナーですね。ファスナーと、ロゴプレートですね。そう、最後つけてもらって、完成。完成ですね。かわいい。あとね、さっき編んだ方の中の編み地も見てもらって、裏側も、すごく綺麗に模様が出てるんですよね。あら、美しい。美しい。さすがですね。ありがとうございます。拍手が。皆さんに見守られて拍手が。今、D カンの付け方を説明させていただきました。ちょっと中はお見せできないんですけれども、
ビヨンドザリーフの書籍3冊目に、はい。ポイントレッスンというページに、リーカンの付け方出ております。はい。で、あと、それぞれの本の中にもファスナーの付け方も出ていますし、はい、ファスナーに関しては YouTube でも詳やっしてくますね。はい、お伝えしてますので、ぜひ参考にしてください。今回キットもたくさん本当ご注文いただいてありがとうございます。ありがとうございます。ぜひね、参考にしてもらえたらいいなと思います。はい。ビヨンドザリーフは月に一度ご注文いただいてから一つ一つ手編み手縫いでお作りする完全受注生産製の編み物バッグブランドです。で、今日ご紹介した作品のこのキャンディポーチ、ビヨンドザリーフの公式サイトから編み図付きのキットをご購入いただけます。詳しくは概要欄のリンクをご覧ください。はい、ぜひご覧ください。じゃあ今日はキャンディーポーチを妻川かなさんに教えていただきました。ありがとうございます。